2026年3月、東京のある法廷に異様な静寂が漂っていた。裁判長がゆっくりと口を開く。被告人は無罪。その瞬間、傍聴席からおえつが漏れた。一人の老いた男性が両手で顔を覆い、肩を震わせていた。隣に座った弁護士がそっとその背中に手を置く。二人は長い間言葉も交わさず、ただ泣き続けた。その光景を見た人間は誰もが首をかしげたかもしれない。なぜ弁護士が依頼人と共に泣いているのか。なぜその目に安堵だけではなく深い苦悩が滲んでいるのか。答えは28年前に遡る1998年、日本のある地方都市で凄惨な性暴行殺人事件が起きた。被害者は若い女性。現場に残された証拠は断片的で捜査は難航した。そして一人の男性が逮捕された。当時30代だった。ごく普通の市民だった。彼は無実を訴えた。何度も何度も叫び続けた。しかし誰も聞いてくれなかった。担当検事は証拠を積み上げ、起訴状を読み上げた。法廷は有罪を認定し、男性は刑務所へと送られた。それから28年が過ぎた。男性の髪は白くなり、外の世界を知らないまま、ただ日々をやり過ごした。一方、かつて彼を起訴した検事は定年を迎え、弁護士へと転身していた。そしてある日、その元検事は古い資料を手に取り、凍りついた。自分が有罪にした男は本当に無実だったのか。これは一人の男の28年間の話だ。そしてその男を裁いた人間の遅すぎた良心の話でもある。ではあの日、彼の人生はどのように始まっていたのだろうか。1998年、日本。その男の名前は田中誠一。当時32歳だった。 IMG。 穏やかな朝の住宅街。自転車で出勤する男性の後ろ姿。朝早く起き、妻のために味噌汁を作る。そんな男だった。特別な才能があるわけでもない。華やかな経歴があるわけでもない。ただ誠実に真面目に生きていた。それだけの男だった。仕事は地元の建設会社の現場作業員だった。汗をかき、泥にまみれながら働く毎日。給料は決して多くはなかったが、文句を言う男ではなかった。 IMG。 工事現場で働く男性。ヘルメット姿で仲間と笑顔を交わす。職場の仲間からの信頼は厚かった。誰かが困れば真っ先に手を差し伸べる。そういう人間だった。家に帰れば妻と幼い娘が待っていた。夕食を囲みながら娘の学校での出来事を聞く。そんな時間は彼の何よりの幸せだった。将来の夢は小さくてもいいから自分の店を持つこと。妻と二人で手打ちの蕎麦屋を開くことが密かな目標だった。 IMG。 家族3人で夕食を囲む温かい食卓の風景。ありふれた夢かもしれない。しかしその夢に向かって少しずつ貯金を続けていた。隣人からの評判も良かった。挨拶を欠かさず、ゴミの日には率先して共用部分を掃除する。誰もが口を揃えていった。あの人が犯罪を犯すなんて絶対にありえないと。だが運命は残酷な形で彼の扉を叩こうとしていた。その年の秋、田中の住む町で一件の凄惨な事件が起きる。蕎麦屋を開くことが密かな目標だった。ありふれた夢かもしれない。しかしその夢に向かって少しずつ貯金を続けていた。隣人からの評判も良かった。挨拶を欠かさず、ゴミの日には率先して共用部分を掃除する。誰もが口を揃えていった。あの人が犯罪を犯すなんて絶対にありえないと。だが運命は残酷な形で彼の扉を叩こうとしていた。その年の秋、田中の住む町で一件の凄惨な事件が起きる。1998年10月、静かな住宅街の一角で近所に住む若い女性が遺体で発見された。現場には激しい抵抗の痕跡が残されていた。性暴行の疑いもあった。警察は直ちに捜査を開始する。町は騒然とした。子供を持つ親たちは夜道を歩かせることすら恐れた。近隣住民の間に疑心暗鬼が広がっていった。そんな中、捜査の矛先が
田中に向けられる理由はいくつかあった。まず、彼は被害者と同じアパートに住んでいた。次に、事件当夜のアリバイが曖昧だった。一人で部屋にいたと主張したが、それを証明できる人間がいなかった。そして、決定的とされたのが、ある目撃証言だった。事件の夜、田中らしき男が被害者の近くにいた。という、近隣住民の一言だった。しかし、その証言は、本当に信頼できるものだったのか、暗闇の中で、人の顔を正確に見極めることができたのか、その疑問は、誰にも問われることなく、握りつぶされた。捜査は、田中を犯人と決めつける方向に、急速に傾いていった。取調室の扉が開かれる。田中は、何も知らないまま、その中へと呼び込まれた。ここから彼の悪夢が始まる。そして、それは28年という、気の遠くなるほど長い歳月にわたって続くことになる。取調室は、薄暗く、狭かった。田中は椅子に座らされ、刑事たちに囲まれた。最初は穏やかな口調だった。しかし、時間が経つにつれ、圧力は増していった。お前がやったんだろう。その言葉が、何度も何度も繰り返された。田中は否定した。当然だった。彼は何もしていなかったのだから。しかし、否定すればするほど、疑いは深まっていった。取り調べは長時間に及んだ。睡眠も、満足な食事も、与えられなかった。精神的な疲弊が、じわじわと田中を蝕んでいった。そして、捜査当局が証拠として提示したものがあった。被害者の体に残された DNA。しかし、その鑑定技術は、1998年当時、まだ発展途上にあった。精度は低く、解釈には大きな幅があった。それでも、検察はその証拠を、決定的、と位置づけた目撃証言も、あった。しかしそれは、暗闇の中での、わずか数秒の目撃に過ぎなかった。証人が本当に顔を見極められたのか、その検証は、ほとんど行われなかった。裁判は、早かった。田中側の弁護は、十分ではなかった。証拠の矛盾をつく機会も、限られていた。法廷の空気は、最初から有罪を前提としているかのようだった。判決が下された。強姦殺人罪、無期懲役。田中は、法廷で天井を見上げた。言葉が出なかった。涙も、出なかった。ただ、現実が信じられなかった。自分は何もしていない。それだけが、頭の中をぐるぐると回り続けた。こうして田中は、鉄格子の向こう側へと消えていった。28年という歳月が、静かに、そして残酷に、始まろうとしていた。鉄格子が閉まった。その音は、小さかった。だが田中にとって、それは世界が終わる音だった。独房の壁は冷たく、薄暗かった。朝が来ても、夜が来ても、何も変わらない。それが毎日、続いていった。最初の1年は、怒りだった。なぜ自分が、なぜ誰も信じてくれないのか。弁護士に何度も手紙を書いた。訴えた。叫んだ。しかし、何も変わらなかった。2年目には、怒りが疲労に変わった。3年目には、疲労が諦めに変わった。田中は、次第に言葉を失っていった。面会に来た家族の顔を見ることが、辛くなった。母親が泣きながら手を握るたびに、胸が締め付けられた。お母さん、来なくていい。そう言いたかった。言えなかった。刑務所の中には、時間がある。ただひたすら、時間がある。その時間が、人を壊す。田中は本を読んだ。法律の本も読んだ。自分の裁判記録を、何度も何度も読み返した。どこかに、間違いがあるはずだと。どこかに、自分を救う一報があるはずだと。しかし答えは、なかった。それでも、田中は生きた。なぜ生きたのか、本人にも、うまく説明できなかった。ただ、自分は何もしていない。という一事実だけが、細い糸のように彼をつなぎ止めていた。28年という時間は、人の肌をろわせ、髪を白くし、目から光を奪っていく。だが田中の中の、その一言だけは、消えなかった。私はやっていない。その言葉だけが、田中を生かし続けた。そして、その言葉を信じようとしている人間が、遠い場所でゆっくりと、動き始めていた。田中を信じた人間が、いた。家族だった。
妻は夫が逮捕された日から一度も彼を疑わなかった。面会室の分厚いガラス越しに何度も言い続けた。あなたは必ず出てくる。と、子供たちは成長した。父親のいない食卓で、それでも父の無実を信じて育った。社会に出て、働いて、それでも諦めなかった。父を取り戻すために、できることを探し続けた。弁護士たちも動いていた。再審請求は、一度や二度ではない。何度申し立てても、裁判所は扉を閉ざした。証拠不十分、新規性なし、冷たい言葉が、書類の上に並んだ。それでも、ある弁護士チームが諦めなかった。彼らは古い捜査資料を掘り起こした。当時の証人の証言記録、物証の保管状況、鑑定書の矛盾点、一枚一枚、丁寧に積み上げていった。市民団体も加わった。冤罪被害者を支援する団体が田中の事件を取り上げ、全国に訴えた。この人を忘れないでほしい。と、署名が集まった。メディアが動いた。社会の目が少しずつこの事件に向き始めた。そして最も意外な場所から声が上がった。かつて田中を有罪へと追い込んだあの検察官。定年を迎え弁護士に転じたその人物が自らの過去の事件を見直し始めていた。記憶の中にずっと引っかかっていたものがあった。当時見落としていた何かが、その何かが新たな証拠として今まさに浮かび上がろうとしていた。名が集まった。メディアが動いた。社会の目が少しずつこの事件に向き始めた。そして最も意外な場所から声が上がった。かつて田中を有罪へと追い込んだあの検察官。定年を迎え弁護士に転じたその人物が自らの過去の事件を見直し始めていた。記憶の中にずっと引っかかっていたものがあった。当時見落としていた何かが、その何かが新たな証拠として今まさに浮かび上がろうとしていた。元検察官の名は村瀬誠一。30年以上法の番人として生きてきた男だった。しかし彼の脳裏にはあの1998年の事件がずっとトゲのように刺さっていた。当時捜査資料の中に一つの鑑定書があった。現場に残された DNA の痕跡を分析したものだ。しかしそのデータは田中のものと一致しなかった。なぜあの時無視したのか、村瀬は自問し続けていた。封印されていたその鑑定書が30年の眠りから覚めた。再鑑定の結果は驚くべきものだった。現場の DNA は田中とは全く別の人物のものだったのだ。さらにもう一人の証言者が現れた。事件当日現場近くにいたという高齢の女性。当時警察に話を持ちかけたが必要ないと追い返されていたという。彼女の証言は田中のアリバイを裏付けるものだった。真実の破片が一つまた一つと集まり始めていた。村瀬は静かにしかし確かな声で言った。私がこの男を間違った場所に送り込んだならば私が連れ戻さなければならない。再審請求の準備がついに動き出した。再審請求の書類が裁判所に提出された2026年冬のことだった。村瀬が弁護士として手掛けた最も重い案件。それは自分自身の過去を裁く戦いでもあった。法廷は静まり返っていた。傍聴席には田中の老いた母親の姿があった。もう80を超えていた。それでも息子の無実を信じてここまで来た。村瀬は証拠を一つ一つ丁寧に並べた。現場に残されていた DNA、 当時の鑑定書との矛盾、そしてあの老女の証言。田中はその夜現場にいなかった。検察側は激しく抵抗した。確定判決を覆すことへの組織としての拒絶反応だった。しかし証拠は嘘をつかない。転機は突然訪れた。別の事件を捜査していた刑事が一人の男に行き当たった。過去に性暴力で有罪になっていた前科者だった。その男の DNA が1998年の現場のものと一致した。法廷が凍りついた。真犯人がついに姿を現した瞬間だった。村瀬は立ち上がり静かに言った。田中さんは無実です。その声は震えていた。
28年、田中が失った時間はもう戻らない。それでも真実はここに存在する。裁判長が口を開いた。再審開始を認める。傍聴席からおえつが漏れた。田中の母親だった。田中本人は法廷の隅でただ目を閉じていた。その方を一筋の涙が伝った。無罪判決の日はもうすぐそこまで来ていた。無罪判決が確定した日、田中の名前は28年ぶりに無実の人間として記録された。拘置所の門が開いた朝、田中は一歩外に踏み出した。空がやけに広く見えた。風の冷たさが頬に刺さった。それが現実だと分かった。しかし喜びはすぐには来なかった。28年という時間は彼の内側に深い空洞を残していた。友人は散り、青春は消え、家族は老いた。釈放された翌朝、田中は自室のベッドで夜明けまで眠れなかった。静かすぎる部屋が怖かった。鍵のない扉が不思議だった。社会は変わりすぎていた。スマートフォン、電子決済、街の作りさえ別物だった。田中はコンビニで商品の会計をする方法がわからず立ち尽くした。その姿を誰も責めなかった。それがまたからかった。国からの保証は支払われた。しかし金銭では買えないものがあまりにも多かった。失った恋愛、積めなかったキャリア、亡くなった父の最後。田中は記者会見で静かに言った。お金じゃないんです。時間が欲しかった。村瀬もまた日常には戻れなかった。かつての同僚たちの視線が痛かった。それでも彼は田中と共に歩くことを選んだ。週に一度、二人は食事をした。裁判の話はしなかった。ただ、そこにいた傷は消えない。無罪という言葉は失われた時間を取り戻しはしない。それでも真実が証明された事実は永遠に消えなかった。この物語にはまだ続きがある。二人が歩んだ先に何が残ったのか、次回エピローグでお伝えする。田中の28年は戻らない。誰もあの時間を返すことはできない。無罪判決が出た日、田中は法廷で泣かなかった。ただ静かに天井を見上げていた。後に彼はこう語った。怒りより先に疲れが来た。長すぎた。本当に長すぎた。山本は今も弁護士を続けている。華やかな仕事ではない。それでも彼は地道に依頼人と向き合っている。過去の自分への償いなのか、それとも使命なのか、本人はまだ答えを出していない。この事件は一つの問いを残した。司法は誰のためにあるのか、正義とは何を守るものなのか。あなたはどう思うだろうか。一人の人間の28年をどう受け止めるだろうか。真実は証明された。しかし傷は消えない。それでも二人は今日も歩いている。同時空の下で